はい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらのナヤレジェンズを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、ジャパンオープンにおいてトレソンさんが7勝3敗の成績を残していたリストですね。かなり独特なデッキでの上位入賞ということで、今回はこちらをピックアップしてみました。基本的にはアニーの加入を軸としたデッキとなっていて、アニーは5点火力として使った後、伝説クリーチャーの誘発型能力が2回誘発するようになるので、ベーザやエターリなどの強力な誘発を連打して勝っていくというデッキですね。追加のアニーとしてフォーチュンまで採用されていて、こちらは殴る必要があるのですが、寄贈した生物をブリンクすることができます。また4マナ以降がかなり多いデッキではあるのですが、アイレンクレッグやファートリー、ブリーチェスなどでマナを安定させることができ、6サーヌまで繋がるとどんどんと派手な動きをすることができますね。新カードとしてはドラゴンホークも採用されていて、5マナと重たいクリーチャーではあるのですが、能力外2回誘発するとなるとかなり強力な生物になっていきます。ミッドレンジやランプに対してはやはりエターリが強く、1回出すだけで2回誘発していくので、大抵かなり有利な盤面にしていくことができますね。はい。ということで今回はトレソンさん本人にランクマッチで収録していただいていますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。解説は自分の後付け解説になります。さあ、ということで試合を見ていきましょう。こちら先手で、しっかりと2マナ域があるということで、3ターン目にはアニーの加入、そして4ターン目に6サーヌを出していけるハンドですね。さあ、相手のデッキは山からスタートということで、はい。まあ、おそらく赤タン、もしくはグルールアグロですね。さあ、ここはアイレンクラックから入っていくと。まあ、やはり基本的には、早いターンにアニーの加入を出すのが強いデッキということで、まあ、特に今回はベーザが引けてるということで、アニーの加入からのベーザという動きはかなり、アグロに対しては強い動きになっていきますね。さあ、一旦アニーの加入で22果敢クリーチャーを落としていく。まあ、次のターンに土地が引けると、6サーヌも効果が倍になっていくので、かなり強く動いていくことができますね。さあ、目立ちたがりから、相手がここ、まあ何かしらのスペルを持っているかどうかですが、止まってきているので、おそらく、まあ火力とか、もしくは呪言系のスペルを持っていそうですね。はい、目立ちたがりに打っていくんですが、ここはジャベのベールですね。さあ、ということで、2回目は本体に打っていく。ただこれ、6サーヌが生き残ってしまうと、4、5、6、7、8、9マナある状況ということで、かなりこちらが有利になっていくのではないかなと。さあ、相手これで、ハンドは0の状態ですね。さあ、残り6点まで行きはするのですが、まあ、一旦ベーザから入りそうですね。まあ、4号を出しながら8点ゲインができる状況ということで、かなり、はい、アグロ側からすると嫌な動きですね。で、さらに6サーネで殴ると、4点火力となっていくので、まあ、飛行クロックの目立ちたがりもしっかりと落としていくことができると。いや、かなりいい動きですね。さらに6マナある状況ということで、まあ、さすがにですね。さあ、サイドボード見ていきましょう。まあ、相手グルールアグロということで、とりあえず一時的封鎖は、入れていきそうな感じではありますね。あとは、まあ、状況ですね。エリザベスの強打とか、魂の仕切りを増やしていく形になっていくかなと。まあ、対アグロでそんなに強くないカードを抜いていってる形ですね。まあ、エターリとかを、ただ、強打は入れない判断ですね。これは興味深いですね。まあ、おそらくグルールアグロは、まあ、呪言付与系のね、呪文を持っているということで、アタック時にしか打てない強打は、入れなかったという形ではあるかなと。さあ、土地がないのでファートリーはトップに置いても良さそうですね。さあ、ただ、後手ということで、耐えていくことができるかどうか。現状、まあ、ウセロしか状況がないということで、まあ、呪言付与とかのことを考えると、
まあこっちの目に打っていくしかない状況ではありますね。うん。ただこの進化の英雄と地図トークンはかなり相性がいいですね。さあ地図トークンで能力が誘発していく。さあ4マナ目も引いてきましたが、ここはどれから入っていくか。まあブリーチェスが一応33の先制攻撃キリシャということで、まあブロッカー性能としては一番高いですが、まあただスペルを1枚打たれると、それも突破されてしまうということで、まあ結構悩ましい状況ですね。さあただここはブリーチェスから行くか。まあ、もしくはフォーチュンは、単純にタフネスが4ということで、まあこの2択かなという感じではありますね。さあここはブリーチェスから入っていく。まあ相手が目立ちたがりをトップに置いているので、まあ目立ちたがりから入ってくるのであれば、相手のアタックが通らないという状況にしていくことはできますね。まあただここは、普通に殴ってくる。この展開はね、まあ、ブロックができない状況ですね。まあただ、アタックを通してしまうとそれはそれで大ダメージが入ってしまうということで、もうジャンプブロック前提でブロックしていくかどうかですね。はい。さあ、ここは、まあ一応、相打ちが取れるかもしれないということで、ブロックに行きましたが、まあここは、チャンプになっていきますね。まあただ正直、チャンプしないとかなり、ダメージ的には厳しい状況になっていきますね。さあ、一時的封鎖が引けたので、まあこれはでかいですね。さあ、進化の英雄ともども追放していくと。ただ、はい。相手がこれ2段攻撃の巨人を引いているので、かなり厳しい状況。まあ現状、インスタントタイミングで打てる状況がないということで、さあ、ここは一旦フォア取りから入っていく。このターン相手が、はい、土地から、2段攻撃スペルト入ってくるとかなり厳しそう。さあ、ここは一旦の猶予はできましたが、さあ、インスタント除去を引けるかどうか。お、ただここで魂の仕切りを引いてくる。これはもう確定で構えたいですね。となると、まあこのターンは、3マナしか使えないということで、ブリーチェスを出していく。まあただ相手グルールということで、呪言付与のカードを持たれていた場合は、まあかなり厳しいですね。さあここはもう一枚目立つたがりを計画していく。これは、だいたい次のターンに死にそうな感じではありますね。まあやはりグルールはね、他のアグロと違って、一ターンで除去を回避しながら削り切る、能力があるということで、さあここはもうライフレースを狙いに行っている形ですね。まあどちらにしろ目立ちたがりはブロックできないということで、そしてロックサーヌまで出していく。まあ、ロックサーヌを出すことによって宝物トークンで、2マナ出すことができますね。さあ相手のハンド3枚、2段攻撃が見えているので、まあ2段攻撃を打ってきたところに魂のスキルを打つしかないのですが、はい。さあ、まあただ相手に呪言付与があるのかどうか。まああったら負けですね。さあ相手止まってきている。呪言付与ではないが、スペル2回かつ巨海の怒り。8点ですね。GG。いや、かなりこれは厳しい展開でしたね。さあ、サイドボード変更があるのかどうか。ブリーチェスを抜いていく。
まあやはりエルスペスの強打は欲しい場面が、多そうではありますね。さあ土地5枚ではありますが、まあ重宝ランドがあるということでギリギリキープはできるかなという感じではありますね。さあただ、ベーザいいですね。まあこのマッチアップだと、まあ基本的には1枚は一時的封鎖は引いていきたい感じではありますね。さあということでここは、除去を構えていくしかない状況。さあ2ターン目、進化の英雄。これもね結構悩ましいですよね。まあ除去が通ればいいんですが、はい。まあ、ベールを持っていると。さあ、進化の英雄が44まで育っていく。まあ、ただこれはもう、魂のスキル使いそうではありますね。進化の英雄は、まあ、生き残らせると、とんでもないことになっていくということで、一旦ここは追放していく。さあ、総員の即走。一点アタック。構えてくると。まあ、一旦兄の加入ですね。相手が明らかに何かしらを構えてはいるんですが、ただここそのまま通っていく。なるほど。これあれか。ドルイドですね。さあ、ただ相手ハンドがめちゃくちゃ強い。一応、ベーザの能力が2回誘発していくということで、まあ、それで、どこまで耐えることができるか、という形ではありますね。さあ、巨大の怒りを打っていく。呪言付与があるとかなり厳しいですが、いや、これクリーチャーを出してほしかったですね。ベーザでトークンが出ない状況ですね、これは。まあ、たださすがにでも、ベーザを出していきそうな感じではありますね。一応、ベーザ出すことによって発展ゲインプラス、ワンドローはできる状況ですね。さあ、そして一時的封鎖を手に入れていく。まあ、ただやはり4号を出しながら発展ゲインは、まあ、アグロからすると、かなりめんどくさい動きですね。で、まあ、いろいろと展開した後に、一時的封鎖を出されると、まあ、グルール側は相当厳しそうな感じではあるかなと。まあ、あとは、リッチャ系を持ってるかどうかですね。さあ、これブロックするかどうか。まあ、相打ち覚悟で、どうですかね。まあ、一応一時的封鎖があるんで、相手が残りハンド1枚ということを考えると、まあ、ベーザを生き残らせたいという形ですね。一応、ベーザを生き残らせることによって、フォーチュンでね、ベーザの能力を使い回すことができるので、相手毒を選べを引いてるんですが、まあ、ただ一時的封鎖は普通に出していきそうではありますね。まあ、相手速攻クリーチャーだらけということで、さあ、戦術4。戦術4も結構すごいですよね。さあ、ここは一旦一時的封鎖をしていく。相手その毒を選べから入った場合でも、まあ4点クロックしかないということで、で、地上クリーチャーはフォーチュンでブロックができて、まあこのターンに死ぬことはおそらくないので、はい。まあフォーチュンで、ベーザをブリンクできたら、というか、これは、まあ一応兄の加入を生贄という動きも可能ではありますね。まあでも、死なないのであれば、一時的封鎖を生贄の方が良さそうではありますね。で、もう一回一時的封鎖打って、で、ベーザをブリンクですね、これは。さあ、5点通ってはいくのですが、次のターンに8点ゲインできるのが確定してますね。さあ、もう一回一時的封鎖から、は
はい。まあ、さすがに投了と。GG。さあ、2試合目見ていきましょう。こちら先手。まあ、2ターン目の動きがあるということで、これはキープしていくと。フォーチュンは、まあ、現状アニーの加入がないということで、トップに置いてもいい感じはしますね。相手ゴルガリ。まあ基本的には、ミッドレンジに対しては結構ね、有利が取れそうなデッキではありますね。さあ、ここは構えてくる。なるほど。まあ除去を持っていそうではありますが、一旦打たせていくのかどうか。まあ一応フォーチュンは、場に出た時にスクライ2の能力が誘発するので、まあ出すとしたらフォーチュンかなという感じではありますね。さあ、相手は除去を持っていると。さあ、スクライ2。土地が、まあ十分にある状況ということで、ファートリーはボトムに送っていく。まあおそらく次のターンに、4マナのアクションがしたいということで、アンタップインランドはトップに置いてきた形ですね。さあ、相手は、先駆者ということは、相手ジャンド密輸入ランプの可能性はありますね。さあ、ここはもう、ベーザを出していく。まあ、一応ペインランドを使うので、4点ゲインプラス、ワンドルをすることができますね。さあ、相手はグーワの小道から、まあ、おそらくこれジャンドなので山を持ってきそう。まあ、荒野ブライダンがあるということで、このターン5マナを出すことはできますが、さあ、ここはコケモリ。なるほど。まあ、このタイプの、ジャンド密輸入ランプは、なんだったかな。スタンダードチャレンジでいつか結果をね、残してたこともあるデッキですね。まあ、そのままのコピーであるならば、多分ゲトラグとかも入ってる形かなと。さあ、6サード引いてきましたが、ここはタップインのため出すことができない。まあ、一旦重宝ですね。6マナ目はいらなさそう。まあ、一旦アニーの加入、打っていく可能性は全然ありますね。先に出しておくことによって、まあ、ロックサーヌも効果が倍になっていきますが、さあ、ただここは、アイレンクラックからのブリーチェスを出していく。まあ、これでも、3、4、5、6、7。まあ、ブリーチェスで宝物トークンを出すと7マナある、状況になっていきますね。さあ、ここはタップイン。このターンね、アンタップインだと、密輸人からのとんでも展開っていうこともありましたが、さあ、ただここはもう先駆者を出してくる。先駆者を出すということは、ダブル先駆者。かなり強いですね。まあ、即死こそ、ありませんが、これでもうどんどんと、ドローされますね。お、密にも打っていく。そして、暴君が見えている。なるほど。まあ、一旦先駆者は倒していきたい状況ではありますね。まあ、ブリーチェスはとりあえず殴りそう。宝物トークンを出したい場面ですね、これは。で、まあ、先制攻撃も持ってるんで、さあ、ここ2体でアタックしていく。まあ、相手がその、相打ちを取ってくれるのであれば、それはそれで OK という形のアタックですね、これは。お、そこをブロックするんだ。なるほど。さあ、先駆者2体と、相打ちを取っていくことができると。これはどちらかというと、ラッキーな感じではありますね。さあ、そして6サーヌから、2点を飛ばしてからの、さらに、魂のスキルを構えることができる状況。まあ、これで一応相手が、このターンに密輸人コンボを決めてきたとしても、魂のスキルで邪魔をね、することができますね。さあ、相手、ここは、構えてくる。
まあ、構えてくるということは、おそらくインスタントタイミングで密人を打ってくるのではないかなと。まあ、ただ2枚目の魂のスキルも、引けたということで、まあ、殴って良さそうな感じではありますね。さあ、ここは何を選択していくか。まあ、ライブラリトップ追放か宝物トークンですが、ここはトップを追放していく。エターリ。なるほど。これは、まあ、できるのであれば唱えたいですね。4、6、7、3、4。さあ、相手、まあ、しっかりと時間を使って、まあ、この動きは明らかに密輸人を持ってるんですが、さあ、何が出てくるか。まあ、暴君は確定で、喧嘩や、なるほど。12、12になっていく。まあ、とりあえず暴君は追放しそうな感じではありますね。まあ、喧嘩屋まで、追放するかどうかは、どうでしょうね。5、6、7。一応、喧嘩屋を追放しない場合は、まあ、魂の仕切りを、相手の次のね、コンボに備えることができるんですが、まあ、ただ、単純に喧嘩屋が残るとね、かなり強いということで、さあ、ただここは、喧嘩屋は残す判断。まあ、エターリプランですね、これは。さあ、エターリから何がめくれるか。まあ、密輸入ランプに対しては、かなりね、強い、カードではありますね。ただ結構微妙ですね。さあ、ポケモンにはドローを選択。ロックサーヌが、めくれたので、まあ、喧嘩屋も倒すことができましたね。まあ、魂のスキルを温存しながら、喧嘩屋まで倒すことができたということで、ここは、投了と。GG。さあ、サイドボードどうしていくか。まあ、魂のスキルがとりあえず、増やしそうではありますね。あと何を入れたいかですが、まあ、巣ごもりの季節はね、ソーサリーなんで、まあ、これを入れるかどうか。まあ、ただ、瞬殺されなかった場合は、暴君とかをね、追放することができるということで、ここは入れていきましたね。まあ、おそらく一般的なジャンド、密輸入ランプかなという感じではありますが、まあ、グルール型と違って、なんていうか、ランプ全振りではなくて、まあ、コケモリとかで、ミッドレンジプランもあるタイプですね。さあ、相手は森からスタート。まあ、お互いに序盤は、特に動きはなさそうな感じかなと。まあ、ただ相手は、まあ、やはり即死プランがあるということで、魂の仕切りは、できればね、引いていきたいマッチアップではありますね。さあ、相手3色揃えて、はい。まあ、荒野ブライダーを計画していくと。さあ、ここは一旦、ファートリで土地を持ってくるのかどうか。まあ一応フォーチュンを先に出しておくことによって、まあ能力をね、使い回すことができますが、さあここはファートリから入っていく。まあこれで、土地に関しては、もう心配がなくなった状況ではありますね。さあ相手はコケモリでドローからそのまま出してくるのかどうか。お、荒野ブライダーを出してくる。なるほど。からの密輸人。なるほど。まあ手札にもう一枚これは持ってそうな感じですね。で、まあ今回に関しては、はい、クリチャが落ちなかったということで、土地を2枚回収していくと。さあ、先駆者をアニーで除去れたのは、まあだいぶでかいですね。さあ、アニーが場に出た状況ということで、まあ能力誘発系のクリーチャーを引けると
だいぶ強い動きをしていくことができますね。さあ、ただ相手喧嘩や、アニーを使っていくのか、魂のスキルを使っていくのか。さすがに隙が大きいアニューから使っていくと。さあ、これでトップにロクサーヌを置いているので、次のターン、4点火力を飛ばしながら、マナ加速をしていくことができる状況ですね。さあ、ここは喧嘩屋を計画していく。さあ、ロクサーヌは出してはいきそうですが、ただ相手のデッキはやはり、即死があるデッキなので、全然気は抜けないですね。で、この段、魂のスキルを構えることができていないので、ワンチャン、全然死に売りますね。さあ、魂の洞窟カエル指定ということで、ギトラグがやはり入っていそうな感じですね。さあ、残り10点から喧嘩屋を出してギトラグ。ただこれでタップアウト。さあ、速攻の12、11トランプル。めちゃくちゃでかいですね。お、ただ殴ってくる。これ殴ってきた場合は、こちら勝ち確ですね。6サーヌで4点飛ぶんで、さあ、めちゃくちゃドローして、すごい乱反をしていくことはできるんですが、はい。この動きがあるのが、ジャンド密輸人の特徴ですね。ギトラグからのとんでもマナ加速プラン。ただこれは、返しで勝っているので、問題なく試合を進めることができると。さあ、殴って6サーヌで4点飛ばしてからの6点。ぴったりですね。一気に削り切っていくと。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。